中国がまた日本に経済制裁してきたにゃ。レアアース輸出規制何年言ってるにゃ。日本を愛する皆さん、こんにちは、こんばんは。黙っていられないにゃんぽじ事局ですにゃ。今回は中国が日本に対して発動した経済制裁とその裏側にある世界の大きな流れについてお話しします。中国商務省は日本向けの軍民療養品の輸出を全面禁止すると発表しました。さらに中国政府系メディアはレアアース関連品目の輸出審査を厳格化する方針を示しています。これは日本の台湾有事発言への報復とみられています。レアアースはスマートフォン、EV、半導体、レーダー、ミサイルなど現代の産業と安全保障の基盤となる重要資源です。その多くを中国が握っているため、今回の制裁は大きな注目を集めています。要するに現代の必須アイテムの材料を止めるぞって話で、中国が圧力をかけるためのカードをちらつかせてきたってことにゃ。でもこれ実は自分の首も絞めてるにゃ。ここ数ヶ月、中国は高市政権に対して様々な形で圧力をかけ続けてきました。外交ルートでの牽制、経済的な示唆、国際会議での批判、あらゆる手段で日本の姿勢を変えようとしてきたのです。しかし、高市政権は一切揺らぎませんでした。台湾有事への備え、サプライチェーン強化、安全保障政策の見直し、どれも中国が最も嫌がる分野ですが、むしろ加速させてきました。その背景には、圧力に屈すれば、次はもっと強い圧力が来る、という過去の教訓があります。どれだけ揺さぶっても動かないから、中国側の焦りがどんどん募っていったにゃ。そして今回、中国が切ったカードが、軍民療養品の輸出禁止とレアアース規制。これはいわば最後の一手です。しかし、日本はすでに一度この痛みを経験している、という点です。2010年、尖閣諸島沖の衝突事件をきっかけに、中国は日本向けのレアアース輸出を事実上停止しました。その結果、日本の製造業は大きな混乱に陥り、資源を武器にする中国の現実を痛感しました。来ると分かってる玉なので、日本はもう同じ失敗をしない準備をしてきたにゃ。この経験を受け、日本は10年以上かけて、調達先の多角化、代替材料の研究、リサイクル技術の強化、南鳥島の深海資源調査など、依存度を下げる取り組みを続けてきました。そのため、今回の制裁は短期的な混乱はあっても、2010年のような致命的なダメージにはなりにくいと見られています。むしろ市場の反応を見ると、中国が締め付けるなら、代わりを本気で育てようという動きが強まっています。レアアースのリサイクル技術、深海資源、代替素材など、中国に依存しない分野に資金が流れ始めているのです。中国が脅したつもりのカードが、逆に日本と世界の背中を押してるにゃ。日本は本当に大丈夫なのか。まず、日本はレアアースの調達先を多角化しています。特に重要なのがオーストラリアとベトナムの2本柱です。オーストラリアではライナス社との協力により、中国以外で唯一の大規模レアアース生成ラインを確保。ベトナムではドンパオ鉱山の開発に日本が深く関与し、JOGMEC が技術支援と投資を行ってきました。日本はすでに中国一択じゃないにゃ。さらに重要なのは、レアアースは取れても加工できる国が限られているという点です。レアアースは掘るだけなら世界中でできますが、高純度に生成し、産業で使える形にするには高度な技術が必要です。日本はこの加工技術で世界トップクラスの実力を持っています。掘るだけなら誰でもできるけど、使える形にするのは日本の得意分野にゃ。そうです。日本が握る対抗カードが強すぎるのです。中国がレアアースで揺さぶろうとしても、日本にはそれ以上に強力なカードがあります。それが、ABF、アジノモトビルド、アップフィルムと、フォトレジストです。ABF は CPU、GPU、AI チップなどの半導体パッケージに欠かせない絶縁材料。これがないと世界中の先端半導体パッケージが作れません。フォトレジストは半導体の回路を描くための最重要材料。特に EUV 向けフォトレジストは高度な技術が必要で、日本企業が世界トップクラスの品質を持っています。中国のレアアースは他でも取れるけど、ABF とフォトレジストは日本じゃないと無理にゃ。世界シェア 90% なので、
カードの強さが全然違うにゃ。つまり日本は、レアアース供給の多角化、加工技術の優位性、半導体素材の独占的地位、この3つをすでに確保しており、中国の制裁が致命的な影響を与える可能性は極めて低いのです。むしろ、中国が制裁を強めれば強めるほど、世界は日本の技術と供給網をより重視するようになり、結果として日本の立場が強まる流れが生まれています。中国が揺さぶるほど、日本の価値が上がるにゃ。ここまで見てきたように、日本は備えを進めてきました。しかし今回の制裁が持つ意味は、日本だけにとどまりません。世界全体が中国依存を減らす流れの中で起きているのです。ここから世界がどれだけ脱中国してるかを見るにゃ。今回の話の一番大きなポイントにゃ。今回のテーマの一つとなる、世界の脱中国について見ていきます。中国が日本に制裁を加えた背景には、国内向けの政治的アピールもありますが、その一方で、世界はすでにポスト中国へと静かに舵を切り始めています。まずアメリカです。アメリカは CHIPS 法を通じて、半導体の生産拠点を国内や同盟国に戻す政策を進めています。中国依存を減らすため、巨額の補助金を投じてサプライチェーンを再構築しているのです。特に先端半導体では、中国を完全に排除する方向が明確になっています。さらにアメリカは、重要鉱物の調達でも中国依存を減らす動きを強めています。レアアース、リチウム、ニッケル、コバルトなど、EV や軍事技術に欠かせない資源をオーストラリアやカナダ、アフリカ諸国から確保する体制を整えています。アメリカは中国抜きのサプライチェーンを本気で作ってるわけで、半導体も資源ももう中国頼りにしない方向に動いてるにゃ。中国が制裁を使うほど、この流れは加速するにゃ。次に EU です。EU は重要原材料法 CRMA を制定し、レアアースやリチウムなどの戦略物資について、一国依存を避けるための枠組みを整えました。2030年までに EU 域内での採掘、生成、リサイクルを大幅に増やす計画です。EU は中国のレアアース支配を戦略的リスクと明確に位置づけ、企業に対しても中国依存を減らすよう強く促しています。特にドイツは、電気自動車のバッテリー素材で中国依存が高いため、急速に代替ルートの構築を進めています。要するに EU も中国抜きのルート作りに本気で、しかも法律まで作って動き始めてるにゃ。中国の制裁が逆に世界を団結させてる感じにゃ。インドもまた、中国依存を減らす動きを強めています。インド政府はレアアースや重要鉱物の国内開発を加速させ、外国企業の参入も積極的に受け入れています。さらに、半導体製造の誘致にも力を入れ、アジアの新たな製造拠点として存在感を高めています。ASEAN 諸国も同様です。ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなどが中国から生産拠点を移す企業を積極的に受け入れています。特にベトナムは電子機器の組み立てで急速に存在感を増しており、脱中国の受け皿として注目されています。アジア全体が中国以外の選択肢になりつつあるわけで、企業も政府も静かに中国から距離を置き始めてるにゃ。中国の強硬姿勢がその流れをさらに押し広げてるにゃ。そしてオーストラリアとカナダです。この2国はレアアースやリチウムなどの資源大国であり、中国依存を減らしたい国々からの投資が急増しています。特にオーストラリアのライナスは中国以外でただ一大規模なレアアース生成能力を持つ企業として世界的な注目を集めています。アフリカでも資源開発が急速に進んでいます。中国が長年影響力を持ってきた地域ですが、欧米や日本、インドが新たに参入し、資源の多極化が進んでいます。世界中が中国一択から抜け出そうとしてるわけで、中国が制裁を使うほど、その動きが正当化されていくにゃ。自分で自分の影響力を削ってる感じがすごいにゃ。ここまで見てきたように、世界はすでに脱中国の流れを強めています。中国が経済を武器として使うたびに、その信頼は失われ、企業も政府も静かに距離を置いていく。今回の対日制裁も、その流れをさらに加速させる可能性があります。ここまでが世界の脱中国の全体像で、次はこの流れが日本にどう追い風になるかを見るにゃ。ここから一気に話がつながるにゃ。ここまで見てきたように、世界は中国依存を減らす方向へ大きく動いています。この流れは、
日本にとってリスクであると同時に、実は追い風にもなり得る重要な変化です。まず、日本は技術力と信頼性の面で、世界から高い評価を受けています。半導体製造装置、精密部品、素材技術など、中国が簡単に代替できない分野で日本は強みを持っています。そのため、サプライチェーンを再構築する国々にとって、日本は最も信頼できるパートナーの一つになっています。また、南鳥島のレアアース泥やリサイクル技術など、日本が持つ独自の資源、技術は、脱中国を進める世界にとって魅力的な選択肢です。中国が制裁を強めるほど、日本の存在感は相対的に高まっていきます。さらに、アメリカや EU との連携も強化されています。半導体、重要鉱物、エネルギー安全保障など、日本が持つ技術と信頼は、同盟国にとって欠かせない要素です。中国の強硬姿勢が続くほど、日本の役割は大きくなっていくでしょう。世界が中国から離れるほど、日本の出番が増えるわけで、中国の制裁が日本の価値を逆に押し上げてるにゃ。これ、完全にブーメランになってるにゃ。もちろん、日本にとって課題がないわけではありません。調達ルートの切り替えやコスト増など、短期的な負担は確実に発生します。しかし、中長期的には自立したサプライチェーンを構築するチャンスでもあります。今回の中国制裁は、日本にとって試練であると同時に、世界の流れを味方につける大きな転機でもあります。この変化をどう生かすかが、これからの日本の未来を左右するでしょう。ここから日本への追い風ですにゃ。ここまで、中国の対比制裁、レアアース問題、日本の備え、そして世界全体の脱中国の流れを見てきました。今回の制裁は、日本にとって確かに負担を伴うものですが、同時に、世界の大きな潮流と重なる形で、日本に新たな可能性をもたらしています。中国が経済を武器として使うたびに、その信頼は世界中で少しずつ失われていきます。アメリカ、EU、インド、ASEAN、オーストラリア、カナダ、多くの国が中国依存を減らし、リスクを分散するサプライチェーンへと動き始めています。その中で、日本は技術力、信頼性、そして独自の資源を武器に、世界の再編されるサプライチェーンの中で重要な役割を担う可能性があります。中国の制裁は、日本にとって試練であると同時に、自立と強化へ向かう大きな転機でもあります。そして何より重要なのは、同じ失敗を繰り返さない準備を進めてきたという点です。今回の制裁は、その準備が正しかったことを証明する出来事でもあります。中国が脅すほど世界が離れて、その分だけ日本の立ち位置が強くなる流れで、制裁が完全にブーメランになってるってことにゃ。中国の強硬姿勢は、短期的には相手国を揺さぶるかもしれません。しかし長期的には、世界の信頼を失い、自らの影響力を削る結果につながっています。今回の対比制裁も、その典型例と言えるでしょう。日本は今、世界の大きな変化の中で、どの方向に進むべきかを選ぶ重要な局面に立っています。中国依存からの脱却、サプライチェーンの再構築、そして技術と信頼を武器にした新しい国際的役割、これらをどう生かすかが、これからの日本の未来を決めていきます。日本が強くなるためのきっかけにもなるにゃ。ここからどう動くかが本番にゃ。にゃんこ時事局としては、中国の動きだけでなく、世界の流れ、そして日本がどのように立ち回るべきかを、これからも丁寧に追いかけていきたいと思います。それではここからは、動画に入らなかった追加情報を紹介します。原稿書いて終わる頃には新情報が出るので、新しい試し見ですにゃ。ではここから収まらなかった追加情報です。小野田大臣が、レアアースを使わない磁石の開発や、レアメタルの使用量を抑えた耐熱超合金の研究を進めていると発表しました。レアアースに関しては資源開発のみならず供給源の多角化やレアアースの使用量削減や代替、回収、リサイクル、備蓄等さまざまな観点からの取り組みが同時に求められるものだと思っています。内閣府においては SAP によるレアアース生産に向けた技術開発等の取り組みに加えて、ご指摘いただいたレアアースの使用量削減、そして代替に向けて経済安全保障重要技術育成プログラム K プロの方において、レアアースを使わない磁石の開発とか、あとレアメタル使用量を低減した耐熱超合金の開発等を行っているところです。引き続き関係省庁と連携をして、レアアースに関した研究開発を着実に推進してまいりたいと思います。これは日本の製造業にとって非常に大きな前進です。中国がレアアースを武器にしてくる可能性がある中で、日本が
そもそも使わない技術を開発しているというのは、まさに戦略的な一手と言えます。レアアース止められても、じゃあ使わない技術作るわ。って、これは良いカウンターにゃ。その通りで小野田大臣の発言は、依存しない技術を自分たちで作るという日本の強みを象徴しています。沖ノ鳥島のレアアースも期待できるので、まさに司令官の下で日本のものづくりが進化している形です。続いては呆れた情報ですが、中国商務部は今回の輸出管理強化について、日本が核保有を企んでいるのを阻止するためだと説明しました。いや、その説明、どこからどう見ても無理があるにゃ。まずは自分の国の核弾頭の数を確認してからいいにゃ。日本は国際的な枠組みの中で核兵器を持たない立場を明確にしていて、 IAEA の査察も受けている国です。核兵器を増やしてる国が、日本が核を持とうとしてるって言い出すの、どう考えても説得力が迷子にゃ。さらに、中国国内では放射性物質の管理や環境汚染について国際的に懸念されている地域もあります。まずは自分のところの放射性廃棄物をちゃんと管理してから他国の心配をするべきにゃ。そして中国側は、民間企業は心配する必要はないと言っていますが、過去の事例を見ると、政治判断が民間取引に影響したケースは決して少なくありません。心配いらないって言われて安心できるなら、そもそもこんな規制で混乱してないにゃ。発言を一つずつ見ていくと、説明よりも政治的メッセージの色が強く、国際社会が確認している事実とはいくつも食い違いが出てきます。いつも通り根拠もないにゃ。言葉よりも積み上がった事実の方が正直にゃ。今回の説明はその事実に耐えられてないにゃ。それを証明するかのように、日本の沖ノ鳥島のレアアース採掘関連株がかなりの値上がりをしています。相変わらず中国の説明は根拠がどこにも見当たらないし、言葉よりも事実の方が全部を物語ってるにゃ。日本は技術でしっかり打ち返して世界の信頼も積み上げてる。一方で中国は説明が説明になってないまま自分で自分の首を絞めてる感じにゃ。そして今日も中国は残念で終わったにゃ。というわけで追加情報はここまでです。また新しい動きがあればにゃんこ目線でしっかり追いかけていきます。また見に来るにゃ。